1ヶ月漁師生活16日目にして10キロのダイエットを早々にクリアしてしまったマサル。しかし用意されていたのはまさかの第2章。マサルには3つの伝説に挑んでもらうことに。1つ、自己最高記録25メートル潜水。2つ、10キロオーバーの GT の捕獲。3つ、10キロオーバーの磯マグロの捕獲。これら全てを達成すればなんと賞金100万円。マサルは全ての伝説を達成することができるのか。おはようございます。時刻は朝3時50分でございます。まだ体調が万全とは言えないんですけども、朝間詰めに行こうと思います。朝間詰めが魚が一番活性が高いと言われて、 GT だったりとか回遊魚のチャンスが一番高い。今まで朝間詰め行ってなかったのはシンプルに朝起きるのがしんどいと、あとね、早朝はね、息が続かないんですよ。ただもう終わらせてやりましょう。めちゃめちゃ体調しんどいですけども終わらせてやりましょうよ。もう俺覚悟決めました。今から夜明けとともに海に出て何でもいいや、巨大魚を作る。これが漁師だというところを見せてやりましょう。よし、久々の朝間詰めですね。今4時50分ぐらいなんで、競りがね8時半なんですよ。今からパッと魚ついて戻ってきて競りに出しましょうか。よいしょ。ちなみにこの緑のラインはめちゃめちゃ強いです。そしてめちゃめちゃ高いです。この一巻きで6000円します。今日はガチなんでシャフト新品でいきます。完全に整備された状態でいく。天気は最悪ですね。さて、朝間詰めがスタートしました。まだ暗くて魚は寝ています。できれば明るくなるまでに小魚が湧いてる場所まで行きたいところ。さて、到着。肉食魚の餌となる小魚が大量に発生しています。これはいつ磯マグロや GT が現れてもおかしくありません。今日はガチで回遊魚を突きたいので、魚を突いて血をあたりに撒き散らします。水深17メーターといったところでしょうか。海底で魚を待ち伏せして、分かりづらいですけども30センチほどの魚を狙っていきます。ヒット。めちゃくちゃ暴れてますね。こういう弱って魚が暴れてる振動を肉食魚は敏感に感知してやってきます。ちなみにもちろんですけどサメも来るんでね、ちょっと危ないんですよね。そしてこちら、天狗ハギモドキですね。これ競りに出します。と、ここでまさかの GT 現る。水深15メーターほどでしょうか。これは絶対に突きたいところ。めちゃくちゃ手が震えます。暗くて見えづらいんですけど、25キロありそうな GT です。しかしこちらに気づいてますね。徐々に距離を離されていっています。逃げ切られる前にヒットならずと。ただあのサイズの GT をついたとして海底20メートルの穴から引き出す体力があったかどうかと言われればちょっと難しいところですね。そう、奴らね、岩の中とかにね逃げ込むんですよ。と、ここで一旦上がることにしました。威力が弱くなってるんでゴム変えます。水中銃のスピードが遅くて当たんなかったっすね。ゴムを強化します。よし、これでぶっ刺さるでしょう。はい、ということで一旦ね、競りにね、行ってきたんですけども、さっきね、めちゃめちゃでかい GT がいたんで、かつ、流れがかなり遅かったんで、今回はなんと、ちょっとチート級のものを用意しました。こちらです。カツオですね。で、さっき見た GT も余裕で10キロ超えてそうなぐらいでかかったんで、とりあえずこれを投げて1時間ぐらい待ってみようかなと思います。こんな感じで匂いでおびき寄せていきます。よし。3度目の正直や。絶対取ろう。さて、2回戦が始まりました。このカツオの身をばらまく方法は肉食魚の活性を上げます。
磯マグロや GT はもちろんですが、サメも非常に獰猛になるため、本来は使用することのないまさにチート級の技。さすがにこれをやれば回遊魚に出会えるはず。そして回遊魚は海底に落ちてくるものに好奇心を持つという特性があります。回遊魚がいなくてもひたすら潜り続けることで回遊魚に出会える可能性が上がります。正直体力的にはかなりしんどいですが、この水深15から20メートルをひたすら行き来します。2ダイブ目、3ダイブ目、4ダイブ目、そして5ダイブ目で、ついに奴が現れました。さて、ここからはマサル視点でノーカットで一緒に見ていきましょう。潜行開始。キューキュー言ってるのは耳抜きの音ですね。だいたい5回ぐらいはね、海底に潜るまでに耳抜きします。海底に着いたら岩陰に高級魚がいないか確認します。磯マグロはいつやってくるかわかりません。海底で息が持つ限りひたすら待ちます。と、ここで何やら後ろから気配が。出た。来ました。磯マグロです。これは15キロくらいありそうです。狙いを定めて、ヒットならずと。何してるんや、マサル。今のは絶対取れたやろ。いますね。磯マグロは一発落としたぐらいではまだこの辺にいる可能性が全然あります。急いで銃をセッティングし、再度息を整え、潜行します。さて、準備は整いました。それでは、潜行開始。さっきと同じ方法です。海底まで潜って磯マグロを待ちます。南洋ブダイを狙っていますが、警戒心が高いですね。と、ここで頭上を見上げると、まさかの磯マグロの群れに遭遇しました。しかしここで焦って近づいてしまうと驚かせて逃げられてしまいます。しかし連続のダイブで息がかなりきつい。浮上時間も考えれば息が持つのはせいぜい10秒といったところでしょう。喉を鳴らして磯マグロの好奇心を刺激しています。と、ここでさすがに息の限界が来ました。勝負に出ます。近づいてきてくれ。頼む。もう少し近づけ。ヒット。やりました。ついに伝説一つ目、磯マグロを突くことができました。にしてもとんでもないパワーですね。磯マグロのパワーが強すぎてちょっと溺れそうになってますね。別アングルも見ていきましょう。マサルはこんなでっかい岩の裏に隠れてたんですね。こんな感じで上から見るとわかるんですけど、意外とね、距離があるんですよ。ちなみに深すぎてついたシーンは映ってませんでした。残念。そう、こうやって磯マグロを引っ張り上げようとしてたんですけど、全然パワーが勝てないんですよね。こうやって、強くない魚なのにあんなパワーなんだよ。さて、こっからが勝負です。水深18メートルの岩に複雑に絡み合ったラインをほどき、怪物級のマグロを引き上げる必要があります。水中銃に使用しているラインは100キロの耐久力があります。下手に海底でマグロと交戦し、ラインが体に絡みでもすれば死んでしまうことは皆さんも容易に想像ができるでしょう。こっからは正真正銘の命がけの仕事。水深18メートルでの回収はマサルも初めての作業です。磯マグロが見えてきました。暴れ疲れてることを祈りましょう。残念ながら磯マグロはかなり元気です。これはどうしたものか。全身全霊の力を込めて抑えにかかろうとするのですが、全く人間の力など歯が立ちません。岩に絡んだラインをほどいて引き上げるつもりでしたが、予定変更です。海底で締めましょう。にしてもこの深さだと海面までが遠いですね。さて、しっかりと息を整え、磯マグロを締めに向かいます。ちなみにもたもたしてるとサメが来て食われます。ゆっくりしている時間はありません。さて、潜行開始。ちなみにマサルは最大で21メーターまでしか潜れません。
つまり18メーターはマサルにとってかなりきつい深度なんですね。ようやく海底に到着するまでが約20秒ですね。エラの動脈を切ればこちらの勝利ですが、なかなか近寄らせてくれません。いや、これはどうしたものか。全然近寄らせてもらえません。しかしここでチャンスが。磯マグロが近寄ってきました。ここでナイフをぶっ刺す。なんとかうまくいきました。さすが回遊魚。血の量も半端ではないですね。あいつ元気すぎるやろ。なんか自分めっちゃ深く潜ってますね。さて、さすがの磯マグロも大量出血でだいぶ弱っている頃でしょう。次はとどめを刺しに行きます。いやー、しかし一回一回の潜りがハードですね。今回もまた18メーターまで行かなくてはなりません。ようやく磯マグロが見えてきました。まだ元気そうですね。なんなんだこいつは。元気すぎるだろ。海底で脳天締めを行います。これでようやく締まりました。そしてしっかりと血抜きをしていきます。すごい血の量ですね。海底には赤い光が届かないので真っ黒な血が流れます。このまま磯マグロを引き上げたいところですが、ラインがぐちゃぐちゃに絡んでるので、一旦浮上することにしました。しんどーい。かつてこれほどまでに苦戦した魚がいたでしょうか。この戦いもこの潜りでようやく終了できそうです。いやー、疲労でろれつが回らなくなるほど、この瞬間のために潜りに潜り続けてきた数日間、諦めなければ報われることもあるんですね。最後に絡んだラインをほどいていきます。そしてようやく引き上げることができました。これはでかい。磯マグロ、本当にありがとう。おそらく今日のこの景色は俺にとって一生忘れることのない最高の思い出になりました。傷だらけのボディ、おそらくスーパーに出しても価値はないでしょう。しかし俺にとってこれ以上に価値のある魚はこの世に存在しません。さて、さすがに10キロいってると思いますが、計量していきましょう。深い。海底18でずっと戦ってたから死ぬ。いや、でかいはでかいんだけどな。うわー、10あるかなこれ。さて、計量してみましょよいしょ。う。これギリ10いくかどうかやな。何キロでしょ12キロ。12キロー。よっしゃー、目標達成やー。うわー、いや、これほんまにしんどかった。着くまでは良かったんだけど、水深18メーターの岩に絡んでて、水深18メーターで締めたからね。やりました。ついに電動リールが解禁します。そして100万円の一歩近づきました。これ GoPro ちゃんと映ってるか心配。マジで撮れてたかどうかが心配ないよ。あ、映ってる。うわ、完璧じゃん、画角。うわ、やばい。うわー、よいしょー。うわー、辛かったよこれ。10キロオーバー。やばかったね。すごかったわ。見て、この水中時のラインもズタボロ。ギリギリよ。ギリギリ耐えてる。うわー、すげえなマジで。初めて10キロ超えの回遊魚をつきました。やばいね。なんかもう本当に命の駆け引きみたいな。磯マグロのパワー強すぎて、でっかい足ヒレを使ってんじゃん。あれでブワーこう、ブワーってこうやって引っ張り上げようとしたんだけど、もう全く叶わない。めちゃめちゃ強くて海底に引きずり込まれていくの。で、そのまんま海底で弱ったやろうなと思って締めようとしたら、まだ暴れてくんの。やばくない？やばい10キロは。これはすごいわ。ちなみに毎月23日にですね、マサルの LINE 登録してくれてる人に、抽選で5名様にね、プレゼントを送ってるんですけど、今日のね、磯マグロ、それ、6月24日に取れた魚をプレゼントということなんで、当選者の方にはこの磯マグロが届きます。多分ね、
ね調理難しいんでフライの状態で送りますわ。いやーやりましたね。よいしょ。いや、でかいな、磯マグロ。伝説達成しました。よかったー。でけえ。で今日は磯マグロをね食べましょう。というわけで戻ってまいりました。なんとか磯マグロが取れました。一つ目の伝説達成です。いやーよく取れたよ、こんな打ちどころで。じゃあ計量していきましょうか。おお、重った。11.5 キロ。しっかりでかいじゃないか。これとさ、最低18メーターでやり合ってたのやばくない？意味わかんないんだけど。よし、そしてこちらヒブダイですね。お、意外と大きい 2.2 キロ。昨日まで疲労で体調悪くて寝込んでたじゃないですか。今日も別に元気じゃないです。全く元気じゃないんですけど、無理してね4時半から潜りに行ってて、今ねすっごい喜びたいんだけど、喜ぶ元気もね今ないぐらい疲れております。ちょっと仮眠してね、磯マグロ晩ご飯に食べようかな。はい、それではね、磯マグロをさばくべく、キッチンスタジオに戻ってきました。何か気づくことありますか皆さん。実はですね、見てください。雨漏りで電気が壊れました。はい、ということでね、今日は照明機材だけでやってるんですけども、今ですね、10キロの磯マグロをね、もう本当にね、今までずっと取りたくて、すっごい喜びたい気持ちがあるんですけど、びっくりした。俺って今喜べないぐらい疲れてるんだっていう。本来だったら今めちゃめちゃテンション高いはずなんだけど、喜ぶ気力が残されてないですね。嬉しいんですよ。極限な環境ではありますが、早速ね、磯マグロをさばいて食べていきましょう。絶対うまいはず。それでは早速観察していきましょう。はい、こちらが磯マグロですね。磯マグロって言ってマグロっていう名前がついてますけども、マグロではございません。磯マグロです。味も全然マグロっぽくないし、とにかくマグロではありません。種類も近くありません。昔の人が、マグロにちょっと似てるから磯マグロってつけたんでしょう。で、この魚、英語ではですね、ドッグトゥースツナーっていう名前がついてるんですけど、犬の歯のマグロっていう名前で付けられてるんですけど、こんな感じでね、鋭利な歯をしております。そして磯マグロといえばなんですけども、側線がね、これぐにゃぐにゃのところがね、特徴ですね。普通魚ってね、側線がね、こうやってまっすぐ入ってるんですよ。こういうね、ぐねぐねしてるのは珍しい。俺が知ってるだけでも5種類ぐらいしか知らないですね。マサルはここをついたんですよ。ここをついて、ここはついてないんですけども、暴れてる間に怪我したみたいですね。こんだけ暴れさせたから結構ね、見分けしてる可能性があります。本当はね、キルショット一発で取らなきゃいけないところはね、魚にはね、もうちょっと申し訳ないんですけどもね。よっしゃ、さばくぞ。極限やな。4時半から起きて、3時に戻ってきて、今6時ですけど、今日やばくない？ 17 時間労働とかじゃない？ブラックもブラックやな。普通に働いてるだけでもしんどいんじゃない？よし、やっていこう。はい、それではまず頭を落としていきます。やっぱ筋肉がすげえな。磯マグロは基本的にはね、鱗が少ないんでさばきやすいですね。今背骨を折っております。はい、取れました。じゃあお腹を見てみましょう。特に胃袋には何も入ってなさそうですね。でちょっとね、内臓脂肪が乗ってるんですけど、おそらくもう豊作豊卵がね終わってしまうシーズンなんで、冬に向けてね新たに栄養を蓄え始めてるんだと思います。これいい包丁だったらこれバキバキってこれ切れるんですけど、もうこれ切れない場合、さっきみたいにこうやってバキって裂けばこんな感じで切らなくても頭外すことができます。ボロボロですね。切りどころが悪いとね、ああいうことになるんですね。でも回収できたんでよかったです。水深17のあんな場所で暴れられたら普通はね、回収って難しいんですよ。諦めなくてよかった。はい、そしたら綺麗になりましたと。やっぱね、これ打ってる場所はね、ぐじゅぐじゅになってますね。この打ってぐじゅぐじゅになってる場所は衛生的にね、食べるのはまずいですね。もしかしたら細菌とかついてる可能性がありますから、のっけて食べるようにしましょう。この磯マグロは視聴者プレゼントなんでね、僕らはこの汚い方の身を食べましょう。てか、俺のレコードの磯マグロ食べれるってさ、ファンの人からしたら嬉しくない？めっちゃ。はい、そしたら皮に切り込み入れていきます。硬い。この辺から入れようか。ちょっとでかいな、これ。マグロと同じおろし方でいきましょう。真ん中に包丁入れます。
けましたね。おー、寄生虫が入ってんな。なんだこれ。視聴者の皆様、寄生虫に詳しい方、こちら何なのか教えてください。結構入ってるよ。血合い骨を落としていきます。これサテア全体に入ってる？表面だけかな。これね、もう背骨との境の表面にめっちゃいるんですよ。これちょっと取ってみましょう。どうなるのか。ちょっと俺は別に寄生虫ついてても焼けば食えるから気にならないんですけど、視聴者プレゼントをするとなれば話は別ですよね。あれどこまでもいるかもしれないぞ。またある程度薄く切って、これは寄生虫入ってないですね。ここはこれも寄生虫入ってないですね。真ん中の方はあんまり寄生虫ついてないですね。視聴者プレゼントできそうです。今日はこれ刺身で食べていきます。もう盛り付けとか気にしません。寄生虫のせいで形が作れません。無理だ無理だ。 OK。 それでは完成しました。いただきます。ちょっと今日ハードすぎるな。食べよう食べよう。とりあえず食べよう。こちらマサルプロデュースの黒糖醤油です。頑張って作ったんで皆さん買ってください。うめえ。寝そうになってた。これが念願の10キロの磯マグロの足か。脳に刻んでおこう。ブリみたいな味がしますね。でちょっと身がね柔らかいですね。最初の方に食べた小さい磯マグロよりも柔らかい。小さい磯マグロはなんかもっとブリブリだったわ。普通に美味しいです。臭みもなくて。はい、それではごちそうさまでした。磯マグロよ、ありがとう。はい、ということで本日ついに1ヶ月漁師生活第2章1つ目の伝説を達成することができました。磯マグロ10キロの難易度はかなり高いんで正直難しいんじゃないかなと思ったんですけど、いや取れてよかったなっていうか、なんか生きてるって感じしたよね。あれを取ってる時にこれを言ったら印象が良くないのかもしれないけどさ、多分ちっちゃいイワシとかさシラスとかをさ殺してもあんまり何にも思わない人多いと思うんだけど、やっぱこんぐらいのさ10キロぐらいのサイズになってくるとさ殺してるな感がすごいよね。今俺はこいつの命を奪ってるんだって感じが、やっぱ普通にスーパーとかね食材切り身としてね置いてありますけど、全部殺す作業をしたものが食べられてるんだな。なんか改めてより深く思いましたね。この磯マグロとの格闘は俺の人生の中でも結構大きいことかもしれない。そして伝説1個突破しましたので、ついにですね電動リールが解禁されます。もう正直ね明日潜りに行くとかねそこまでの体力がなかったんで、電動リールで大物をね狙いましょう。電動リールはすごいですよ。かなりねいろんな魚種狙えます。10キロオーバーのカンパチはもちろんのことサメも上がるし、まあもちろん磯マグロも釣れるよね。磯マグロも釣れるし GT、 そしてこっちはミーバイ、あとはねエイも釣れます。でかいの何でも釣れます。100キロぐらいまでだったら釣れるということで大変夢のある漁法でございます。逆に言えばでかいのが来るか何も釣れないか2択というね超ギャンブルな漁法でしょ。それをね明日はねやろうと思います。楽しみですね。はい、ということでですねお金も徐々にね溜まってきておりますが、電動リールの仕掛けは正直ねちょっとお金がかかります。1万円ぐらい投資して何かでかいね最強の魚を釣りましょう。